皆さんこんにちは。プチオタ独身男の松です。今回は千葉県房総半島の内房エリアの観光スポットを巡っていきたいと思います。チーバくんで言うならお腹から股間の部分にかけてですかね。内房エリアは私の地元からも近くて、昔はよく遊びに行っていた場所でもあるので、しっかりと魅力を伝えたいと思うので、内房エリア房総半島の雰囲気を一緒に楽しみましょう。まず最初にやってきた場所は鋸山です。鋸山はロープウェイに乗って山頂に行くことができるので、早速ロープウェイに乗っていきたいと思います。鋸山ロープウェイは富津金谷インターから車で約5分で行くことができます。電車で行く場合は浜金谷駅で下車しましょう。360度の大パノラマ、一体どんな絶景が待ち構えてくれるのでしょうか。しかも朝一ということもあって、お客さんはまさかの俺一人。こりゃロープウェイからの絶景を独り占めできそうですな。あれ、強風のため運転休止中。マジかよ。まさかのロープウェイが強風のため運休っていうね。でも大丈夫。一応鋸山はロープウェイだけじゃなくて車で上に行くこともできるので、今回はそちらのルートで上の方に向かってみたいと思います。くそ、本当はロープウェイからの風景を楽しみたかったっていうのが本音なんですけどね。ちなみにロープウェイの運行状況は鋸山のホームページから確認できるので、俺みたいに後悔しないように事前に調べてから来ることをお勧めします。というわけで無事に車で鋸山の駐車場に到着しました。なんですけど、間違えて有料道路を使っちゃいましたよ。くそ。鋸山に行く道は有料道路と無料道路があって、正直あんまり大差はないと思うので、特にこだわりがなければ無料道路を使うことをお勧めします。確かに昔来た時となんか風景が違うなって思ったんだよな。気を取り直して鋸山を登っていきましょう。ちなみに鋸山を観光する場合は基本的に日本寺とセットであると考えておきましょう。まずは鋸山の最大の見どころ、地獄のぞきに行きましょうか。鋸山は昔何度か来たことがあるんですけど、正直山道がかなりきついんですよね。うちの母親は来るたびに毎回後悔するっていう風に言ってましたからね。とはいえその先には絶景が待っていると思うので、その風景をお届けできるように山道を登っていきたいと思います。やっべ、坂道が急すぎてすでに息が切れそうです。いきなり地獄のぞきのてっぺんに行くのもいいんですけど、地獄のぞきは下からの景色も圧巻なので、まずはそれを見に行きましょうか。そこにはもう一つの見どころである日本一の百尺観音を拝むことができますからね。うわ、すごい絶壁ですね。鎌倉の切り通しを何倍の規模にもしたって感じです。この壁は通称ラピュタの壁と呼ばれていて、高さ50メートルを超える石切り場跡だそうです。どうやら日本最大の石切り場だったらしいですよ。そりゃ圧巻な光景なわけですよ。ただ歩く道はかなりデコボコしているので、スニーカーで来ることをお勧めします。ラピュタの壁を抜けると目の前には百尺観音の姿が。おお、マジででげえ。こんなにでかい魔骸仏見たことあります？さすがは自称日本一の魔骸仏と歌ってるだけのことはありますね。そしてその左手には地獄のぞきの姿もあります。下から見ると先端にあるのが分かりますよね。ちなみに百尺をメートルに変換すると何メートルだと思いますか？正解は約 30.3 メートルです。つまりこの魔骸仏の高さは30メートルもあるってことになります。もともと交通事故の犠牲者や戦没者供養のために作られたものらしいですね。魔骸仏の前にはベンチも設置されているので、魔骸仏を眺めながらパワーをもらっておきましょう。じゃあ先ほどの分かれ道に戻って、今度はこの階段を登っていきましょうか。えぐいって。一段一段が大きくて100メートルくらいこの階段が続いているので、ゆっくり登ることをお勧めします。
俺はせっかちなのでほぼ全力で登った結果、足腰にかなりのダメージを食らいました。皆さんは気をつけてください。階段を登りきると展望らしき場所があるので、とりあえず登ってみましょう。この廃墟チックな感じの建物も風情があって最高ですよね。なんというかロマンを感じます。展望台にはなぜか若者の集団が。卒業旅行にでも来たんですかね。そこから男女の間に恋心が芽生えてって展開のやつですね。羨ましい。この展望台からの景色はこんな感じ。すぐ目の前には地獄のぞき。左手には東京湾を一望することができます。しかも今日は空気が透き通っていたので、富士山の姿も見ることができてめちゃくちゃ気持ちいい。けど、この日の風速は10メートル超え。そりゃ、この髪型とこの顔の表情にもなりますよっつって。そして、いよいよ地獄のぞきに到着です。地獄のぞきに行くためには、この壁を登らないといけないんだって。さっきから上り下りしていた人を見ていたけど、みんな怖がっていましたからね。じゃあ、俺がこの崖の登り方のお手本でも見せてやるとしますか。その苦労を乗り越えた先にはこの絶景。下を覗くと断崖絶壁になってるので、絶景というよりは絶叫ですね。手すりがあるとはいえ、高所恐怖症の人は結構ビビるかもしれません。そりゃ、この髪型とこの顔の表情にもなりますよ。絶景に満足したところで、崖を下る時も危ないので、手すりを使ってゆっくり降りるようにしましょう。じゃあ地獄のぞきも見たことだし、これからは日本人の見どころを巡っていきたいと思います。目の前にはもう一箇所展望台っぽいものがあったんですけど、上からの景色はほぼ同じですね。ただこの場所からは立山の方を一望することができるので、体力に余裕のある方は登ってみる価値はあると思います。じゃあ階段を下っていきますか。相変わらず階段がずっと続く道ですな。さっきから階段の上り下りだらけで、俺の HP はすでに赤状態ですよ。しばらく階段を下ると、このようにたくさんの観音像が現れます。鋸山には1500体以上の像があると言われていて、本当に至るところに像が置かれていたので、少しだけ紹介しておきたいと思います。こういう岩のトンネルもロマンを感じられていいですよね。ラピュタの世界はこんな感じなんだろうかって妄想が膨らみます。このトンネルの裏側には通天閣という場所らしく、金剛力士像みたいなのが安置されていました。しかも石でできてるっていうね。確かに風情はある。風情はあるんだけど体力の限界が。そんな中、目の前に現れたのがまたもや観音像。この辺りは東海1500羅漢道と言います。なので正確には羅漢像ってことになりますかね。この羅漢像たちは江戸時代の名工大野甚五郎が約20年にわたって一人で彫ったものらしいです。その数は実に1553体。羅漢像だらけで本当に圧巻ですね。まさにザ職人の志に尊敬します。ちなみにこの辺は令和として平穏無事で健やかな日常生活を維持するために願掛けを行い続けている神聖な場所だそうです。確かにご利益がありそうな場所だわ。ただね、羅漢像の中には首のない像とかもあるので、少し怖い雰囲気があったりもします。それも含めてロマンがあっていいんですけどね。よっしゃ、ようやく大仏に続く道が見えてきました。実は鋸山の大仏の大きさはなんと日本一らしいんですよ。鋸山の置物たちはどんだけ大きいんだよっつって。大仏といえば皆さんはどこが思い浮かびますか？鎌倉？奈良？ノー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 。鋸山の大仏は約31メートルもあって、鎌倉の約2倍、東大寺の約1.8 倍の大きさを誇るんですよ。これから大仏と聞かれたら鋸山と答えるようにしましょう。かっこ千葉 PR。鋸山の大仏の目の前にやってきたわけなんですけど、めちゃくちゃでけえ。目の前にしたら大仏の圧がすごくて、
圧倒される感じがしますね。ただこの大仏は石を削って作られているので、背中の部分はこんな感じになっています。これじゃあ日本一の大仏にはなれねえな。もう足パンパン、もう動けねえというわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン、違うかいや本当にね、鋸山はもう山道っていうか、もう階段がずっと続いてて、もう本当に辛かったですね。とはいえ百尺観音や大仏の大きさ、あとは時刻のぞきからの絶景はもうマジで圧巻だったので、体力に自信のある人は鋸山に挑戦してみてはいかがでしょうか。体力のない人にはおすすめしません。山を登って疲れたんで、昼飯に漁師飯でも食べに行きましょうか。内房エリアの中でも特に私がおすすめしたいお店がこちらの番屋さんです。番屋さんは学生の頃何度も訪れたことがあるお店なんですけれども、新鮮な魚が良心価格で食べることができるんですよね。内房エリアに来たらぜひ寄ってほしいお店の一つです。番屋は鋸山から車で約10分で行くことができます。ちなみにこの辺りだと金谷港の近くにあるザ・フィッシュや浜焼きのお店も個人的にはおすすめです。その中でも番屋は昔から御用達だったので、今回も美味しい新鮮な海鮮が食べれる期待しかありません。よし、営業中の札もあることだし、早速中に入ってみましょうか。お店の中に入ると生けすの中には生きたお魚たちが普通に泳いでますからね。いかにも漁港のお店って感じでテンション爆上がり。料理のメニューもかなり充実してますね。生魚はもちろん煮付け、揚げ物、練り物などなど、それに加えてその日に採れた魚にとってメニュー表にはない料理を食べることもできます。今回私は天然地魚海鮮丼を注文しました。近くで見ると脂が乗ってるのが分かりますよね。新鮮さが伝わってきます。ただなぜか赤身魚が一つもないのは気になるところだけど、どうですか、この魚のネタの厚み。ひいき目があるかもしんないけど、かなり分厚くて食べ応えがありそうです。じゃあいただきます。めちゃくちゃうまい。今度は金目鯛のお刺身。これまたしっかりした厚みがありますね。最高だわ。今も変わらずに美味しい魚がリーズナブルな価格で食べれることができて安心しました。次にやってきた場所が極連水仙峡です。水仙の見頃はだいたい1月から2月と言われていて、今2月の下旬なんで、多分ねギリギリ水仙が咲いてる姿をお届けすることができるのかなって思います。それに逆にこの後ろにちょうど見えている梅とコラボレーションの風景を見ることができると思うので、とりあえずね奥まで歩いてみたいと思います。早速道の脇に水仙のお花がたくさん咲いてますね。見頃のピークに来たらもっと綺麗な風景が見れたのかって考えるとやばすぎですよねと思ってたんですけどね。実は後から紹介する場所の方がすごかったので、この道の紹介はこの辺にしときます。とりあえず500メートルほど歩いたところに八雲神社があったので紹介だけしておきます。八雲神社の創建年数は1096年。御祭神はスサノオノミコトです。昔からある神社なだけあって歴史を感じる佇まいをしていますね。境内はこんな感じっすね。なんというか寂しいな。社務所もないっぽいので、無人の神社って感じがします。ちなみに社殿は1961年に再建されたものだそうです。車で少し移動してきて、先ほどお話しした佐久間ダム湖親水公園に到着です。一応無料駐車場もあったんですけど、水仙や桜の見頃の時期に来るときは結構混むらしいので、この周辺にある有料駐車場も視野に入れておいた方がいいかもしれません。今回紹介したかったのはダムではなく公園内にある極連水仙峡です。この道は遊歩道になっていて、道の周りには一面の水仙と桜が咲いてるんですよ。やばくないですか？見頃の時期を過ぎてるからほとんどお花は咲いてないけど、遊歩道はしっかり整備されていて、
竹の置物やライトアップ設備が置かれていて、おしゃれな雰囲気がありますね。しっかり記念撮影できるベンチだって置いてあります。くそ、ぼっちの独身男は蚊帳の外ってか。それはともかく、僕連れ水仙峡を少し歩いてくると、一面に水仙が咲いてるじゃないですか。しかも桜とのコンビネーションとか美しすぎる。この風景を見られただけでも来た甲斐があるってもんですよ。ちなみにこの桜は河津桜なんですけど、鋸南市では河津桜のことを頼朝桜という名前で親しまれているそうです。そう呼ばれる理由は、戦に負けた源頼朝が鋸南町の竜島海岸に上陸して再起を図ったことから忠実をもとに名付けられたそうです。名前の由来も風景も素敵で、本当に癒される場所でした。満開の水仙を見ることはできなかったけど、桜とか梅とか菜の花とか春ならではのお花を見ることができて、心が和みましたね。もう少し暖かい季節になってくるとお花が満開になって、ゆったりとお散歩するコースにおすすめの場所だなっていうふうに思いました。次にやってきた場所は道の駅保田小学校です。ここはれっきとした道の駅なんですよ。もう名前を聞いただけでもワクワクしてくるような場所ですよね。道の駅保田小学校は126年の歴史を持って閉校した鋸南町立保田小学校の建物をそのまま利用した道の駅です。もともとあった校舎や体育館など建物はいくつかに分かれてるんですけど、まずは小学校のシンボルでもある校舎から見て回っていきましょうか。この景観、小学校ならではの独特な雰囲気がありますよね。当時の懐かしい記憶が蘇ってきますわ。小学校の頃は休み時間になると友達とバトン園や千バトで遊んでたっけな。授業は全然記憶に残ってないですね。それはともかく、保田小学校の校舎ではもともとあった教室ごとにお店が立ち並んでいます。1年1組が中華料理屋さん、1年2組がカフェ、まあそんな感じでしょうか。まさに学生時代の文化祭を思い出しますよね。この水道とかマジでこんな感じだった。今大人になってから見ると水道の蛇口の位置が低いですね。いやー、俺も成長したなーっつって。お、教室の中も覗けますね。ここは託児所かな。少しリメイクされてるけど当時の面影は残ってますよね。この教室はおしゃれなイタリアン料理のお店っぽいですね。まさか当時は教室でイタリアンが食べれるとか全く考えもしなかったですが、その奥には里山食堂。この里山食堂ではなんと小学校の給食を食べることができるんですよ。給食メニューって看板がありますね。今日の給食の献立はアジフライ定食か。まあさすがに小学校の給食のメニューのままってわけではなさそうですね。小学校の頃って給食の献立を毎日楽しみにしてましたよね。今度は保田小学校の校舎の中に入っていきましょうか。実はこの校舎、宿泊施設にもなってるんですよ。小学校の頃、お友達と学校でお泊まり会することに憧れた人も多いはず。保田小学校ではその夢を叶えることだってできちゃいます。とりあえず2階に行ってみたいと思うんですけど、階段も小学校の雰囲気があって懐かしい気持ちになりますね。ちなみに廊下を歩くときは上履きが必要なので、来るときは必ず持ってきてください。ごめんなさい、嘘です。土足で歩くことができるので安心してください。校舎の2階は当時のままの姿が残されている感じですね。教室の表札にはしっかりと6年1組って書かれていることが、これまたエモいですよね。2階の廊下を抜けていくと屋外に行くことができます。一応屋根はついてるんですけど、ここは休憩スペースなんですかね。保田小学校の校章もしっかり掲げられてますね。けど自分の小学校の校章が全然思い出せん。一応宿泊施設を覗くこともできるんですけど、教室にゴザを引いて寝る感じなんですね。こりゃ本当に学校のお泊まり会を体験できそうですね。
そして給食用具。給食当番の時、クラスメート全員に同じ量を配分するのが大変なんだよな。校舎の懐かしい雰囲気を存分に味わったので、今度は体育館の方に行ってみましょう。と、その途中に二宮金次郎さんがいるじゃないですか。今日もお勤めお疲れ様です。昔は当たり前のように学校に設置されてたけど、今ではあんまり見かけなくなりましたよね。時代の流れを感じます。そしてやってきた場所は鋸南楽市。ここはもともと体育館があった場所で、鋸南町周辺の特産品が販売されています。保田小オリジナルのお土産か、校長が激戦するなら買うしかないですね。お、味噌ピーも売ってるじゃないですか。定期的に給食のメニューに出てたからよく食べたな。これって千葉県民だけなんですかね。あとは房総半島のお土産や鋸南町産地の野菜や果物が売られてますね。あ、マックスコーヒーのコーナーもあるじゃないですか。今や全国区になったけど、昔は千葉にしかなかったらしいですからね。昔は甘くて大好きでよく飲んでたな。房総半島の地酒も売っていたので、お酒好きの方にはたまりませんね。じゃあ今度は2023年10月にオープンしたばかりの道の駅保田小附属幼稚園にも行ってみましょうか。お庭の敷地がでかいですね。できたばかりのせいか少し寂しい感じはあります。これからお庭を装飾していくのかな。でも昔よく公園で遊んでいた遊具シーソーが置いてあるじゃないですか。いやー、シーソーって一人でも遊べるから楽しいですよね。ぼっちだった頃の子供時代を思い出しますね。あ、今もぼっちか。幼稚園の方は主に飲食店が立ち並んでますね。のこぎり山カレーとか保田食堂とかのこぎり山クロワッサンとか、とりあえず商品名にその地名を入れておけば観光客は食べてくれますからね。さらに奥に行くとお土産屋さんもありました。中に入るとひときわ目立つ幼稚園の制服。こういうコスプレをしている人をたまに見かけますよね。最高かよ。店内には千葉のお店がたくさん売られていました。その隣にはおしゃれすぎる託児所もあるので、小さいお子さんと来られている方も安心して施設内を回ることができそうですね。もともとあった小学校をリニューアルしている場所なだけあって、小学校の雰囲気をすんごい堪能できました。なんか自分が小学校に戻ったような気分を味わえて、懐かしい気持ちになりましたね。こういうコンセプトの道の駅ってあんまりないと思うので、内房エリアに観光に来た時はぜひ足を運んでみてください。次にやってきた場所は内房のフォトジェニック岡本桟橋です。岡本桟橋は原岡海岸から多々北浜海岸の間にあります。なので夏に来ると普通に海水浴を楽しめそうな砂浜ですよね。一応無料駐車場もあるんですけど、車が通れる道がかなり狭かったので、運転される方は気をつけてください。岡本桟橋は1921年に漁業用として整備された歴史ある桟橋です。その魅力は何といっても、桟橋が全国でも数少ない木製であること。この横からのアングル、美しすぎませんか？桟橋に沿って立ち並んでいる懐中電柱もいい感じに味を出してますよね。そりゃテレビ CM やドラマのロケ地として使われるわけですよ。せっかくなので桟橋の奥まで行ってみましょうか。確かに木製の桟橋なんだけど、完全に舗装されちゃってますね。もちろん安全第一なんだけど、雰囲気としては少し物足りなさを感じてしまいます。ただコンクリートの方は結構劣化が激しくて雰囲気があっていいですね。海も綺麗だし、この桟橋を歩いているだけでも絵になりますよね。というわけで桟橋の先端に到着したんですけど、噂通り記念撮影している人がたくさんいました。さすがは映えるフォトジェニックですわ。そして先端からの風景はこんな感じ。海が近いからすごい気持ちいいです。できれば晴れてる日の景色を撮影したかったな。すんごい神秘的な雰囲気を味わえる桟橋でした。
天気や時間帯によってはもっと映える風景を見ることができるのかって思うと底知れないですよね。もうフォトジェニックが好きな方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今回最後にやってきた場所は大福寺です。大福寺は岡本桟橋から車で約5分で行くことができます。大福寺といえば目の前に見える絶壁に囲まれている観音堂が有名なんですよ。遠くから見ると幻想的ですよね。しかも建物に無料で行くことができるので、とりあえず観音堂の方に向かってみましょうか。大福寺は行基によって717年に開基されて、関東大震災の後1925年に再建された寺院です。と大福寺の説明を終えたところで、目の前に見えるヤシの木、いかがわしい物体に見えるのは俺の心が汚れているからでしょうか。すいません。そのヤシの木の目の前にあるのが大福寺の本堂です。本堂は観音堂とは対照的に建物の作りが渋くて味がありますよね。ちなみにこの本堂から見る観音堂の姿が一番美しいので、参拝が終わった後は必ずこの場所で記念撮影しましょう。この目の前にある像は延命地蔵尊です。参拝することで長寿や健康のご利益を授かることができます。数年前に某病が流行した時にこの場所でお守りを買った人が多かったそうですね。うちの父親の財布の中にもしっかり入ってたぐらいですからね。余談はさておき、観音堂の方に向かっていきましょうか。ただね、ここで問題発生です。観音堂は坂の上にあるんですよ。また階段を登るのか。仕方ない。YouTuber の位置を見せてやりますよ。風化した岩の模様が美しい。こっちに迫ってきそうで圧巻ですわ。階段はきついけど。ようやく階段の上に到着です。朱色の建物と縞模様の岩の組み合わせが最高ですね。こりゃ階段を登ってきた甲斐があります。ちなみに観音堂は絶壁に飛び出すように建てられていることから、壁の観音として地元の方からは親しまれているそうです。観音堂からの景色も最高ですね。館山市と東京湾の景色を一望できて疲れがぶっ飛びますね。癒されるわ。これより履物を脱いでお登りくださいと。観音堂の奥には行基が漁師の安全と豊漁を祈願して刻んだとされる高さ 1.5 メートルの磨崖仏があるそうです。一応中の様子も撮影はしてみたんですけど、磨崖仏の姿はちょっと見えそうにないですね。すいません。というわけで、房総半島内房エリアの観光スポット紹介は以上となります。内房エリアはアクアラインから1時間以内で行ける場所にあるにもかかわらず、海や大自然、美味しい海鮮料理などが程よく気軽に楽しむことができる場所なので、個人的には大好きな観光スポットの一つです。少し遠出したいなって思った時にぜひ候補に入れてもらえると嬉しいです。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。